こんにちは。今日は久しぶりに私の大好きなドイツの先生の整形真似してみたいと思います。バラパン挑戦していきます。で 50g ですね。まずお湯を入れていきます。このはかりね、いかにもソーラーパネルで動いてますと思いきや、この前電池を交換してくださいって言われて、電池やったんっていうのと同時に、あのソーラーパネルの部分は何なんっていう疑問がねずっとあって、っていうだけの話ですでこのね銀紙ジャミジャミになっちゃうバターも入れていくんだけど、今日はこの米油入れるんですけど、油の二重使いでやってみようと思いますね。参考にするドイツの先生、いつもね整形だけちょっとね真似してたんだけど、今日は生地もねちょっと同じ感じで、全く同じ材料はやっぱりね国も違うし準備できないけど、なるべく同じ材料同じ分量でお家にあるやつでやってみようと思いまして、油の二重使いでやってみると。で1/3分の1卵を残しまして、最後塗るようにね取っていきます。で今日もホームベーカリーで作っていきますね。ちょっとさっきの続きやけどさ、たまにあるよね、時計とかでもね謎のソーラーパネルついてんのに電池いるやつね。多分調べたらさ出てくるんやろうけどさ、そういう仕組みみたいなのなんかそこまででもないかなって思ってほったらかしにしてんねんけど、やっぱりこのさ大事なさ YouTube の場面でさこんなに長々喋ってるっていうことはさバラパン作ることよりもそのソーラーパネル気になっちゃってるっていう時点でもう調べた方がいいかなって思ってんねんけど、やってまいりましょう。今日はこっからですね。大事なのが15センチぐらいに伸ばしていくと。で先生曰くね、あんまり薄くなりすぎない方がいいっていうことでしたね。いいかな。じゃあこれを4等分すると。でね、ちょっと横の方に抜いといてもらって、これをね同じ方向に4枚並べていくと。で三角形の頂点のところが三角形の頂点のところと合うように下手くそ説明始まりましたここね。で縦に切っていくと。そう切っちゃうんですよね、ここをね。ちゃんと切って、あとは巻いていくだけみたいですね。で巻き終わりがね爆発しないように下に乗せて、すでにねバラみたいな感じになりますよね。でこれを左側が上に、なるように上ね表面になるようにして、あとはもう好きな感じにバラっぽくなるように最後巻くと。終わりをやっぱ下にして、でちょっとね広げてみますね。かわいい。いいですいいです。先生もこんなんでした。5つやってみましたが、この画面越しはねなんかすごくねよく見えるんだけど、だいぶねこっちはいい感じなんだけど、なんかこう中のつぼみというかね、最初に巻いた部分のところが飛び出てきましたね。
でまだ20分しか待ってないんだけど、今日は暑かったかな。27度ありました。すぐねもりもりしてきて、これ以上待ってたらなんか牛乳卵塗りますね。だいぶ爆発してきそうなんで、ちょっとね焼きますね。ちょっと伝わらないと思うんだけど、画面よりも実物の方が良くないパターンのやつやね今珍しいタイプのやつだから写真写りがいい人のタイプ今なってますね。焼いてみました。さてどうですか？これかわいいね。最後に作ったやつかな。ただ見てごらん、これ今日さバラパンっていうの一回忘れてもうて、他のやつも忘れてもうて、これ単体で見て絶対何かわからんよなこれはね、上手にできた。かわいいすごいいいですね。ただよ、これよもう一個見てみるこれもな、ただみんなで一緒にいればバラパンこの令和の時代にね、でもみんなと一緒にいた方がいいとか、そういうのはねやっぱり各々の良さで輝いていきたいかなって思いますが、でもねすごく美味しそうですね。香りもねすごくいい香りしてるんですよね。なんか甘い感じのね。割ってみましょうか。割った感じはなんかねさっくり系の生地ですね。いただきます。美味しゅうございます。ただねふんわり感はちょっとなくて、カッチカチではないけど、ちょっとね硬いめの生地ではありますね。なんていうかな、めちゃくちゃ美味しいっていうよりかは、ちょっとね見た目にやっぱりね比重を置いてる感じはしますね。ただねなんていうんでしょうね、ジャム塗ったりとかちょっとこう水分あるやつを塗ったりするとすごくちょうどいいのかなっていう感じの味になりましたね。お砂糖もうちょっと少なくても良かったような気がしますが、やっぱりね先生の材料の比率通り作っただけあって、綺麗にできたやつはね上手にできましたね。今日は、久しぶりにドイツの先生の成形見習いまして、バラパン作ってみましたがいかがだったでしょうか。リンク貼っておきますので、ぜひね先生の方見ていただいて皆さんも作ってみてください。ではここまでご視聴いただいた皆さん本当にありがとうございました。また見てね。バイバーイ。